ここ人間が来ていい場所ではないです。壁が騒いでます。猫ちゃんもびっくり起きちゃいました。すごすぎこの山。今私ね下山しててびっくりしたんだけど、結構ね紐出てきてね今いい感じ。はい、モンテネグロっていう由来になっているカスだらけのところに行きました。 1.25 ユーロで売ってます。かわいいね。とんでもないことに気づきました。やっほーやっほー。皆さんおはようございます。今現在私はですねモンテネグロという国のコトルというね町にいます。一昨日ねコソボっていうちっちゃい国からこのねモンテネグロという国に来ました。でモンテネグロはねどういう国かっていうとバルカン半島に位置していて、周辺をクロアチア、ボスニアヘルツェゴビナ、セルビア、アルバニア、コソボの5つの国と隣接しアドリア海に面した国となります。で2006年にねセルビアから独立して、内陸部にはねすごい私の今後ろにもあるんだけどこのような感じで大きな山々がそびえてまして、アドリア海沿岸沿いにはね、すごい綺麗なリゾート地みたいな感じで美しい観光名所がたくさんあります。でさらっとね、モンテネグロの詳細を説明しますと、国土面積が 13,812 平方キロメートルで福島県とほぼ同じみたいです。で人口が63万8000人で、モンテネグロの首都はポドゴリツァというところで人口が約19万人います。で民族に関してなんだけど 45% がここのモンテネグロ人で30% がセルビア人、あとはねイスラム教徒系のボシュニャク人っていう方も住んでるみたいです。あとはアルバニア人が少しっていうような感じです。言語はモンテネグロ語は、公用語なんですが、セルビア語も喋る方もいたりとかっていう感じで、ここら辺のねバルカン諸国の言語が通じることが多いみたいです。で宗教に関してはキリスト教とイスラム教になります。で通貨は、現在ユーロを使ってるんですが、歴史的背景では、1999年にドイツマルクを導入して、2002年からねユーロを採用しているというような感じで、今現在ユーロを使っています。はい、さらっとね説明するとこのような感じです。今私がね滞在しているのはブドバっていうねアドリア海沿岸沿いの、リゾート地みたいなところに私いるんですが、今さっき朝9時のバスに乗って、3、40分かけてここのねコトルという町にやってきました。でここのコトルはねどういう町かっていうと、ボカコトル湾に位置していて、周辺には大きな山々がそびえている観光名所になります。でここのコトルはね1667年と1979年の地震で大きな被害を受けたんですが、その中でもねモンテネグロで唯一当時の状態で旧市街が残ってるっていうことで、世界遺産に登録されているみたいです。今日は、そんなコトルをね1日かけて観光していきたいと思います。それでは皆さんモンテネグロコトル編スタートです。はいはい、私が今いるのはねここのコトルにあるバスステーションです。ブドバからコトルまではね駅の入場料とかプリント代みたいなのも入ってるみたいなんですが、込みで 5.5 ユーロでした。今ね1月の20日オフシーズンなので、ハイシーズンとかに比べるとね値段も変動してくると思うので、その都度ね調べることをお勧めします。そうそう、今まで私の動画を見てくださってた方は気づくかもしれないんですが、音声がいつもと違うんですね。でなんでかっていうと、バルカン半島の、雪とかね雨とかの影響で GoPro のねモジュラが壊れてしまったんです。なのでそれにつなげてたマイクが使えないっていうような感じで、声の聞こえが変わることをご了承ください。そうそう、モンテネグロっていう意味なんですが、モンテネグロは黒い山っていう意味があるらしいんですね。なのでこういう感じでね山々が本当にそびえていて、ああモンテネグロだなーっていうような感じです。はい、おっとここに、スーパーマーケットがあったので物価調査したいと思います。お水は一番安いので 500ml で 0.55 ユーロ、1.5 リッターのお水が、0.79 ユーロで売ってます。はい、牛乳ですね。牛乳は1リッターあたり 1.29 ユーロから売ってて、だいたい 1.5 未満で買える印象です。ひまわり油がね1リッターあたりで 1.19 ユーロから 1.29 ユーロっていう感じで売ってます。パスタペンネはね1ユーロぐらいで全部、売ってますね。はい、ここら辺はね全部シャンプーになるんですが、だいたい4ユーロから 6.5 ユーロぐらいの間で売ってます。はい、ここら辺はねボディクリームの、ニベアのねボディクリームになるんですが、だいたい5ユーロから7ユーロぐらいでね 750g の、めちゃめちゃ大きいものが売ってます。海外サイズって感じ。歯磨き粉はだいたい2ユーロから6ユーロぐらいで売っています。女性用生理用品はだいたい2ユーロ前後で売ってます。はい、ビールは500が1ユーロから2ユーロぐらい
らいで売ってます。めちゃめちゃ安い。2リッターのビールだと思うんだけど、これが 1.49 ユーロで売ってますね。はい、私はねこれ昨日ね買って飲んだんですが、これ結構美味しかったです。こっちのね現地のビールになるみたいなんですが、これ1本ね 1.25 ユーロで売ってます。昨日買った時は 2.5 ユーロだったから、昨日ちょっと高めで買っちゃいましたね。こういうチップス系はだいたい1ユーロぐらいで買えそうです。はい、みんな大好きコーラ 500ml が 0.99 ユーロ。はい、なんだけどゼロじゃなくて普通のやつはね1リッターで 0.99 ユーロで売ってます。やっぱりゼロの方が、2倍高いっていうような感じです。はい、ここら辺は全部お酒ですね。ワインとかウォッカとかいろんなねお酒の種類がすごい豊富です。ワインはだいたい6ユーロから25ユーロぐらいでね、売ってます。キッチンペッパーはね、この2ロールの、大きいやつがだいたい1ユーロぐらいで売ってます。トイレットペーパー25ロール入ってるのが、2ユーロで売ってます。1キロあたりキウイが 2.49 ユーロ、トマトが 2.99 ユーロで売ってます。オレンジが本日 16% オフで、0.99 ユーロ、みかんが 2.19 ユーロ。はい、リンゴちゃんもね 16% オフで 0.99 ユーロでねキログラムあたり売ってます。バナナはキログラムあたり 1.28 ユーロで売ってます。キャベツはね 0.86 ユーロっていう感じで売ってますね。はい、人参が本日 14% オフっていうような感じで 0.55 ユーロで売ってます。玉ねぎは 0.52 ユーロです。大きいじゃがいもが 1.16 ユーロ、ちっちゃいじゃがいもが 0.62 ユーロで売ってます。はい、こういうところでね自分でセルフで測りで測って翻訳して自分で測ってシール貼ってレジに持っていくっていうような感じです。はいはい、物価紹介するとこんな感じでした。あんまりね大きい声出せなかったっていうのと、店内の BGM 爆音でした。はい、ちなみにねどこのねスーパーもクレジットカード決済が普通にできるみたいです。はい、モンテネグロにもね、野生のね野良猫が多いです。本当にトルコみたいにね近寄ってもあんま逃げないんです。これ以上近寄ると多分ニャーって引っかかれる気がするので近寄らないですが、はい、今ね右手が、城塞なんですが、ここの、道のね、左側、これが多分ねおそらくコトル湾になると思います。お、ちょっと車止まったから見に行きましょう。はい、城塞の前のねコトル湾はこのような感じです。結構ね1メーター2メーターぐらい先まで見えるような感じで透明度は結構高いです。すごい、ここのね、マリーナなのかな、コトル湾の、マリーナみたいなところの奥にはね、はい、モンテネグロっていう由来になっている黒い山がそびえていて綺麗です。でここの山をねくるーっと、はい、正面見ますと大きな城塞が出てきます。ここの城塞の中にね旧市街が広がってるというような感じになります。ここら辺にはね城塞の、通りに沿ってねこのような感じでねちょっとした、お野菜屋さんなんかも出てきました。値段表記はありませんが、おそらくねグラムで測って買わせていただくというような感じになると思います。はい、一応ね城塞に沿ってこのような感じで国境のねおトイレがあります。1ユーロで使えるみたいです。はい、今ね向こうのバス停の通りからコトル湾と城塞のね間の通りをぐるっと歩いてきて、旧市街の門、有名な門に着きました。はい、ここがねシーゲートって言われていて、海の門ですね。コトル湾に面した門っていう意味で、シーゲートっていう名前みたいなんですが、とりあえずねここの門を通るとここのね旧市街最大のオルジャ広場という広場が、広がっています。ここにはねいろんな、レストランだとかカフェが並んでいて、このようなね大きなモニュメント的存在の時計塔が出てきました。ここの時計塔もね結構有名で写真スポットなんかにもなってるみたいです。今現在の時刻がね10時20分です。 ATM とかもありますね。まったりできそうなカフェとかレストランが並んでいます。はい、広場からはねいろんなところにこのような、路地が続いていてね迷路みたいになってます。小道でも結構いろんな楽しみがあるみたいで、このような感じでねお土産店が並んでたりもします。 T シャツとかねお洋服が売ってたりもします。でマグネットなんかも売ってるんですが値段は特に書いてないですね。はい、今ね路地進んできたらこのような感じでね教会が出てきました。ここのね大聖堂はトリプン大聖堂っていうみたいです。1166年に建設された、カトリック教会です。コトルの守護聖人トリファンを捧げているみたいです。ここの大聖堂も、1667年と1979年の地震で大きな被害を受けたみたいなんですが、その都度ね修復工事が行われて今もこのような感じで綺麗な状態を保てているみたいです。
はい、コトルのねちゃんと値段を表示してくれてるレストランなんかもあります。なんだけど、安いものでもね16ユーロからっていうような感じで、結構ね今まで回ってきたバルカン半島ではいきなり物価が上がったかなっていうような印象です。はい、こういう感じでなんかステッカーだらけのね塔なんかもあるので、こういうのもいい味出してくれてる気がする。でなんかこういうほらほらほらハリーポッターです。ディズニーランドにありそうなランプなんかもある。で今ね、はい、向こうにもいましたが、猫ちゃん、コトル旧市街の猫ちゃんです。結構やっぱりね人気観光都市の猫ちゃんたちはこういう感じで近づいても人慣れしてて、はい、眠そうな感じ。おはようございます。顔を背けてしまいました。ゆっくりお眠りください。はい、こういう感じで、はい、コトルのね、旧市街の猫もたくさんいます。おっとまた来ました。なんか来たどこ行っちゃった。はい、今多分ね朝早いからかな、結構あんまり人がいなくてね、なんか私だけがキャッキャなんかテンション上がって騒いでるなって感じです。でこのような感じでねちょっと可愛いフォトジェニックスポットみたいな感じの傘だらけのところに来ました。私がこうつけましょう。ここのスポット名、いくら雨が降っても大丈夫スポット。多分30人分ぐらいはあるので30人限定でね、もし雨が降ってきたらこれ順に取ってってくださいみたいな感じだと思います。おっとっと、何でしょうか。鐘が騒いでます。猫ちゃんもびっくり起きちゃいました。はい、今すごいね鐘のなんかお祭りみたいな感じだったんですが、鐘の鳴る方へ、来ましたよ。はい、このようなねまた美しい教会が出てきました。ここはね聖ニコラス教会って言われる教会になってます。1900初めに建てられたコトル旧市街にある美しいセルビア教会になってます。はい、ここがね聖ルカ教会って言って1195年に建設された最も古い教会の一つであると言われています。ここの教会はねもともとカトリック教会として建てられたみたいなんですが、17世紀にセルビア正教会に転用されて、で約200年の間ね正教徒もカトリック教徒もここを共有したみたいで、宗教の調和の象徴とも言われるみたいです。おそらく830年ぐらいの歴史があると思うんですが、外装このような感じで、歴史があることが分かりますね。はい、またなんか来た。またなんか来ました。猫ちゃん、結構ね日も出てきてね今いい感じね。はい、教会の目の前にはねまたちっちゃな猫ちゃんもいます。でね多分ねあの子多分私のこと好いたのかもしれない。ついてくるこの子かわいいね。はい、日本の皆さんこんにちは。はい、こんな感じでね、綺麗な教会がねここの旧市街にはたくさん集まってます。で今から私はねいい感じで日も出てきたところなので、いよいよここの城塞登っていきたいと思います。一応ね正規ルート川の門っていうところから入ると8ユーロかけて登ることができるみたいなんですね。なんですが実は裏ルートが存在するみたいで、ちょっとね離れたところになるんですが、そこからも一応登れて、そこから登るとね無料で登れるみたいです。なんですがおそらくね正規ルートで登った方が見晴らしがいいと思うので、景色にね妥協はできないということで、8ユーロ払ってね今回はね普通の正規ルートで行きたいと思います。すごい私ここの道好き。ここ歩いてるとさ、はい、上見るとこのような感じで大きなね、山がモンテネグロがそびえています。はい、なんだかまた教会のようなね建物がこのような感じで出てきまして、これも多分なんか教会のね、絵なんだと思うんですが、ちょっと可愛い感じの壁がありました。でここの通りをね、左行きますと一応なんかドリンキングウォーターみたいなんだよね。ここ飲み水になってるなんか噴水みたいな感じなんですが、ひねれば出るのかな。出ました。はい、一滴も無駄にできません。はい、それでは普通に飲める。甘めのお水っていう感じです。普通に美味しい。合ってんのかな、飲み水だよね。なんか今調べたらここ一応ドリンキングウォーターみたいな感じで出てきたから飲んじゃったんだけど大丈夫かな。すごい、ここ人間が来ていい場所ではないです多分。はい、このような感じで、皆様セルフで毛づくろいをされています。すごい今私狙われてるかもしれない猫ちゃんたちに。まず向こう側にね、黒い猫ちゃんが1匹います。そしてグレーの猫、白黒の猫、そしてまた三毛猫がここに2匹双子ちゃんなのかなっていうのがいまして、白黒三毛に黒、また三毛また黒というような感じでやばいところに来てしまったかもしれないです。近づいても全然なんか警戒心がないのは多分みんなで襲えるからなんでしょうね。うわー、これ
天国、猫天国です。すごい猫。クリスマスボールに乗っかってる可愛らしい猫ちゃんもいます。お、かわいい。ここのね広場、猫好きにはたまらんですよ。で今ねちょっと有名な門に来ました。はい、ここの門がね川の門って言ってねリバーゲートとも言われているんですが、ここからね綺麗な城塞に登ることができるみたいなので、ここの門通って行ってみます。でここ通ると、はい、このような感じでね、名前の通りね綺麗な川が出てきました。はい、ここはねシクルダ川っていう川になってるみたいです。夏場には泳ぎたくなっちゃうような綺麗さです。はい、結構川の流れは強そうな感じでちっちゃな滝みたいになってます。大きな、はい、モンテネグロがそびえています。モンテネグロがそびえています。すごいすごいすごすぎる。ここをお散歩できる犬になるなら私は生まれ変わり犬でもいいです。あ、ここかな。あ、どっから行くんだろう。どっから上がるのかがマジでわかんない。かわいい。すごすぎこの山。今現地の方に聞いたらね、スタートオブザラッターっていう Google マップで調べれば出てくるんですが、そこまで行くとねスタート地点にたどり着けるみたい。やばすぎ。何これ。はい、道はねこのような感じで、ちゃんと道になっているんですが、ここなんと、はい、このような感じで大きな、はい、モンテネグロがそびえています。はいはい、今ね私ハイキングコース、スタート地点に着いたんですが、まだね料金を支払う場所はないんですね。なんですが一応ね、1時間ぐらいかかるよって言われたので、何分かかるかなっていうのも、込みで、今がねちょうど11時25分なので、ここからね頂上行くまで何分かかるかなっていうのも計算しながら、登っていきたいと思います。多分景色見ながら動画撮りながらからちょっとね通常よりも、時間かかってしまうかもしれないですが、ご参考程度にということで。今ね、見えるかな、カメラで映るか分かんないんですが、こっからの景色もすごいですね、本当に。はい、モンテネグロって感じで、誰も人がいないからちょっと不安になるんだけどね。これ、ここにある、橋先石橋を渡りまして、ここのね、スタート地点に来ました。で、おそらく、この山々に沿って歩いていけばいいなと思います。お、ハイキングしてるお兄さんとお姉さんがいます。よかった、人がいて安心した。初めて会いました。あれ、あの人たちはこっちに下山してるけど、ほらやはいはい、今ね登って大体10分ぐらいかな経ったんですが、結構ね疲れます。はいはい、このような感じでね、岩は結構コロコロ転がってるようなね、ちょっとなだらかな坂道みたいなのがずっと永遠続いてるんですが、はい、今の景色ねこのような感じです。なんかねアルマトイのねハイキングを思い出す。まああの時のね道ほどは全然なだらかで登りやすいんだけど、こういう石のなんか瓦礫みたいなのを見ると、アルマトイ湖ハイキング片道5時間4時間かけて行ったのを思い出しました。なんかこういう感じで盆栽みたいな可愛い葉っぱなんかも、はい、これ全部あれだね、ザクロの木ですね。でザクロの木を抜けると、はい、このような感じで綺麗な景色がね見えるの。だからねあんまり疲れないの。すごい、こっから飛んだら気持ちよさそうだね。めっちゃ綺麗で、自分がね登ってきた道が見えるから面白い。うん、はいはい、何分ぐらいだろう。多分20分ぐらい登ってんのかな。見てないからわかんないんだけど、結構暑いです。これ多分ね夏場あったらやばいなっていうぐらい。今ねこのような感じでジャンパー腰に巻いているんですが、ヒール夏死にます絶対。でもすごいね景色綺麗。はい、結構ね登ってても正面の景色がね開けてきてる。まあまだありそうな感じだけど、だいぶ上の方まで来たんじゃないでしょうかね。はいはい、今ね私なんでかねちゃんとね自分のペース保って歩いてるのに、なんか1時間経過してんですよ。今12時20分なんですね。あれおかしいなと思ってね景色見てたの。そしたらとんでもないことに気づきました。これね私ね登ってる経路が違くて、ただ単にハイキングコースを今登ってました。私が今ね目指してたコトル城がね、私今ここにいるんだけどここなのよ。であっと思ったけど、あれですね、あれもうとっくのとおりコトル城よりもはるか上に来ましたよ。だからねすっごいね崖っぷちとかを登るんです。こういうところでなんかロッククライミングみたいな道登ったりしてたの。頑張って、もうすぐで頂上なんだけどさ、1時間経過してて
おかしいなと思ったのよ。コトル城までだいたい1時間って言われてたのよ。で今ネット見たらね Google マップ上ではコトル城に行くまでにだいたい40分ぐらいですなんて言ってる人もいて、とっくに過ぎてんのよ。当たり前ですよ。コトル城じゃないんだもんここ。あれがコトル城。ここ全然違うハイキングコース。どうしようって感じ。今もうここから私はもう下山する気満々なんですが、多分これ上行ってもね別に城塞があるわけでもないので、どれが城塞だろうなと思ってずっと歩いてたの。なんか崖っぷちだし、どこに今日城塞あるのかなみたいな。ここ上これ見てたのよ。であれと思って綺麗だなーって見てて、マップ見るじゃない。あれコトル城塞もう過ぎてる。どこと思ったらさ、あれですコトル城塞。びっくり。でもねすごい綺麗なの。いいね、このなんか上からコトル城を眺められる、YouTube あんまりないんじゃないでしょうか。城塞がね 4.5 キロあるらしいんですよ。4.5 キロの城塞を登ってって、はいここが城塞ですっていう感じになると思うんですが、とにかく私はね間違えちゃったんだけど、間違えてよかったなと今開き直ってます。以上コトル城でした。はい今ね、こんな感じで下山中なんですが、ここら辺から見るとねすごい綺麗に城塞見えました。本当に私バカ。真横にねなんか綺麗ななんか城塞みたいなものがあるなと思ってたんですが、あれが城塞でした。ヤッホー山びっこヤッホー。誰もいないんで叫んでもいいでしょう。ヤッホーヤッホー。本当にバカ私って。でもなんか面白いミスですね。誰にも迷惑かけないミスで、しっかりちゃんと結果的には最高の位置で見えるっていう、城塞が一応ねあそこ正規ルートだと8ユーロ払って登るらしいんですけど、ここ無料で登れて、でしかも上から城塞を見下ろせるって一番いいと思います。ここちょっと体力ある方はねここ来た方がいいかもしれない。いやここめっちゃいいよ。ちょっとね道はこういう感じでちょっと崖っぷちみたいな感じのところもあるんですが、結構ああいう感じでね綺麗な綺麗目に焼き付けて下山します。であれがコトル湾ですね。大きなコトル湾、本当に美味しそう。なんか景色見ながら降りていきます。今ねちょうど下ってるんですが、結構城塞がね間近で見れるんで、ちょっと今カメラに、映しておきます。このような感じでね城塞がありますねここに。なんで気づかなかったんだろうか。いやなんかあるなと思ってたの。なんか城塞こっちにもあるのかなんて、全部つながってんのかなと思ってたので、とりあえず登ってれば頂上に行けるから向こうもじゃあ後で見れるのかななんて思ってたけど、全くの別物。これが城塞で、私が今登ってたこの山っていうのは全くの別物だったんですね。なんかね下ってるとさ、ちょうど登ってくる人たちにたまに会うのよ。でその人たちさ本当になんかいい感じのなんかそういう走れそうな服を着たなんかお兄さんみたいな人とかなのね。だからさこいつなんか普通の私服で何しに来てんだろうみたいな目で見られんの。でも言えないじゃない。城塞ここだと思って登ってたら全然なんか上の方まで行っちゃってさみたいなさ、こいつ本当にバカだなみたいな。まあまたなんかちょっとプロっぽい人が来ましたが、ほらねああいう感じの人がいるので、私は気まずそうに通るのよ。今私ね下山しててびっくりしたんだけど、なんとね日本人の旅人に会いました。で、なんとね世界一周してるんだって。でしかも YouTube やられてるんです。まだ1500人ぐらいなんですが、独身ぼっちなみのちなみですチャンネル登録ねぜひね、世界一周一緒にね頑張ってる女性、私出会えてすごい嬉しいので、見た感じすごい面白そうなんで私もこれから見るんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいびっくりしたの。ありがとうございます。私はまさかみゆさんに会えるなんて思ってなかったんで。それではまたねお願いします。ありがとうございますいやーびっくりしました。私普通にさ景色綺麗だなと思って下山したの。そしたらさお嬢様みたいな人がいて、お嬢様みたいなのがGoPro持ってたんですよ。でなんかお嬢様みたいな人こんなところで何やってんだろうと思って、まさかハイキングしに来たのかなーなんて見てさ、こいつさちょっとこう見てみたのよ。そしたらさ日本語喋ってたので、日本人ですかってさ聞いたのね。そしたらあれみゆさんですかって言われて、で私の視聴者さんでした。で同じようにね世界一周してる女性っていうのはね私会ったのこの世界旅を通して多分初めてぐらい。ぜひねチェックしてみてください。世界に興味ある方。なんか変な山登っちゃったななんて思ったけど、すごいね気分がいいです。今の時刻がねなんだかんだもう2時なんですよ。なのでブドゥバにね帰りたいと思います。コトルもねすごい観光都市なんだけど、オフシーズンだからあんまり人はいないですね。
今ね、旧市街ね、ここの、最初門通ったところから出てきました。コトルはね、歴史とか、自然が好きな方にはすごいね、受ける魅力的な都市だなと思いました。で、今ね、私ブドゥバで、泊めさせてもらってるホームステイ先がね、トルコ人の方なんだけど、昨日ね、泊まらせてくれてるトルコ人の男性とトルコ人の男性のお友達のトルコ人と一緒に3人でトルコ料理を食べに行きました。モンテネグロなのに、そこがね、めちゃめちゃ美味しかったんで、そこもね、ちょっと、紹介したいので紹介しておきます。どうぞ。はい、後日の動画になりますが、私は現在ね、ブドゥバで泊まらせていただいているトルコ人のね、男性にね、ここのおすすめのね、料理店に連れてきてもらいました。いいですか？はい、ラクはね、水と割ると白くなります。What is name? シャガンみたいです。まずね、ラッキーいただきます。これがね、結構スパイスの効いた伝統的なね、ジュースみたいなので、これもいただきます。美味しい。ちょっと甘めのスパイスが効いた酸味のある飲み物っていうような感じです。これがね、チーキョフテっていう食べ物みたいです。テクスチャーキョフテなんですが、結構柔らかいペースト状のものって感じです。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。牛入ってないなって。ランプシシいただきました。で、こっちにあるのがね、リブみたいです。めちゃめちゃ美味しそう。いただきます。はい、こんな感じでね、昨日はね、すごい美味しいトルコ料理をたくさんね、たらふく食べさせていただきました。オスマン帝国の支配下にあった時代があるっていうことで、バルカン半島はどこもね、トルコ料理に、ね、似てたりとか、トルコの料理屋さんが多かったりっていうような感じで、結構ね、トルコ料理屋さん見てたんですが、やっぱりトルコ人のおすすめするトルコ料理屋さんは本当に美味しかったので、ちょっとね、興味ある方は行ってみてくださいな。そんな感じで、今回はね、この辺でコトル編終わろうと思います。少しでもね、コトルいいなと思っていただけたら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。次はね、ボスニア・ヘルツェゴビナという国に行く予定なので、そちらの動画も見てください。ここまで今回もご視聴いただきありがとうございました。それではね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。 I never really know what's going on. Look at me sometimes.